この作品はデプスっていうタイトルがついてるんですが、モチーフに関しては匿名の顔を、要は誰もモデルがいない人物の顔を描いています。パッと見で何が書いてあるか分かりづらいかもしれないんですが、目鼻立ちのない顔っていうことで、いつもは結構具体的な人物を描いてたりするんですが、この時は自分がコンプレックスに感じるものとかを全部取っ払った顔の作品になります。きっかけに関してはもともと有名なロックスターとか著名人とか、そういうポップカルチャーの中で有名になった、方を描いていたんですが、それっていうのは自分が結構コンプレックスがあって、なんでこんな自分が生まれたんだろうとか、なんで自分が女性なんだろうとか、なんかそういうコンプレックスがすごい強い中で、幼少期育ってきて、で2014年に私はアメリカの方に、滞在政策で行ってたんですが、その時になんていうか少し開放的になったというか、なんかあんまり自分のそういうコンプレックスの方が気にならなくなって、風景をずっと描いてたんですけど、そういうスケール感というか、山とかなんかそういう自然のものとかに触れて、なんていうかある種自分が気になっていた部分を気にしなくなって、その気持ちを持ち帰って描いたのがこの「デプス」っていうシリーズになります。その前の年とかは無人島に行ってたりしていたんですけど、何も自分が持たない、普段使ってる材料とかアトリエとかがない状態で私は何を作れるんだろうっていうことを経験したりとかして、で、自分の作品ってすごい油絵を、とにかく大量に使っている作品なので、そういう伝統的な技法とか伝統的な材料っていうのが不可欠ではあるんですが、その中で自分がそれがない状態で何ができるかっていう経験をこう経て、なんかスタジオに戻った時にちょっと爆発したりっていうきっかけもあるかもしれないです。結構自分の場合は偶然性がすごく強くって、もともと厚塗りではあったんですけど、その中で自分のなんていうか、どうしても顔に関してはコンプレックスが強くてたくさん描いてしまうっていうこととか、他の生物画とか風景画に関しては結構素敵な綺麗な絵を描けてしまうんですが、どうしても顔に関してはどんどん描いてしまいたくなる感情が、巻き起こって、その中で絵がどんどんひどくなるっていうか、一般的に見たら綺麗な絵ではないと思うんですけど、そういう状況に陥ってしまうところに自分は結構描く意義があったりそういうのを感じています。最近は本当にだんだん自分のその特徴がつかんできて、どうしても顔を描くとこういうふうに絵が終わらなくなってしまうっていうことを踏まえて、結構重くなったりとか匂いがきつくなったりとか、これは多分私が死ぬまで一生乾かない絵になるので、そういう意味では匂いっていうのはずっと出続けたり、乾燥もしづらくて生のままだったりとかっていう絵画がどうしてもなんていうか商品っていうところよりかはもう少し生きたものっていうのを感じながら、なんかずっとあるように感じていて、そういうちょっと絵画の特性というかなんていうか、全くそういう商品とかマーケットとは違う、芸術としての本質的な要素っていうのが絵画にあるんじゃないかと思って、こういう描き方を続けていってます。これは1年間ぐらいかけて描いてるんですが、今は工場から一斗缶を購入して15リットルぐらい入ってる油絵の具を使ってるんですけど、この当時はもう結構6、7年ぐらい前になるんですが、その時は絵の具のチューブを1日300本ぐらい絞ってわっと一気になくなっちゃうんですけど、それを毎日続けていて、手とかも持てなくなるぐらい腱鞘炎になるぐらいの感じで描いてました。そうですね、この時は完全に抽象的に近い要素で、これに関しては画面いっぱいいっぱい顔が描かれてるんですけど、要はこの作品の少し反省点は、当時なんていうか、どうしてもモチーフが画面いっぱいになると彫刻的に感じるというか、絵画ではなくなってしまうっていうことを当時感じていて、でもともと絵画原理というか、そういうどうすれば絵画になるのかっていうところの
本質的なところを追求して大学の頃から制作してきたんですが、最近だと全く心境が変わって、じゃあ自分がどうして絵画っていうものを主張したいのかっていうところも自分の中で疑問を感じていて、要は美術館っていうのはなんか絵画を所蔵するため、保管するための施設っていうことだったり、そういう美術館のそのヒエラルキーの構造というか、なんかそういうのも経験する上で感じる部分というか、なんていうか絵画ってすごくこう権威的だなって感じることが増えてきて、でいろんな今メディアの、映像とかインスタレーションとか本当にたくさんのメディアが、いろんな国際展とか見に行くとあると思うんですけど、どうして自分が絵画を主張するんだろうっていう気持ちが芽生えていて、じゃあ今の作品は絵画っていうことを追求するっていうよりかは別のテーマとか少しこう社会的な状況とかを踏まえて自分の中でそれを咀嚼した上でモチーフに取り組もうと思っています。そうですね、ドナルド・トランプさんとかはもう本当去年から、特にコロナになってから結構注目をしていて、そういう政治家とかスポーツマンとか、有名人の方ってすごい人生の波があると思うんですけど、なんかそういうものって写真とかで撮ったら絶対に伝わりづらいと思っていて、なんかそういう、トランプさんの人生とかなんかこうなんか波がすごくあったと思うんですけど、それはなんかこう例えばマイケル・ジャクソンとかいろんなものを書いているんですけど、そういうすごいトップを極めていた時代もあれば奈落の底にみたいな、そういう人のなんていうか人生っていうのを、この絵の具とかこのタッチを使って描けたらなと思っています。そうですね、自分の場合はかなり変化があって、結構それこそアトリエにこもって絵を描くよりかは旅をしたりどこか行ったそのインスピレーションの中で新しい作品を結構描いたりするので、年に 1,2 回は海外に行ってリサーチをしたり滞在制作を行ってたんですけど、それができなくなって逆にアトリエに引きこもって絵を描くっていうことがすごく新鮮で、その中で絵日記を書くことをしだして、絵日記って言っても、自分はもともと外国人への憧れっていうのを一つモチーフにしていたりしたので、海外のニュースを書き溜めてドローイングに書き起こしていて、でさらにそれはなんか人の顔だけじゃなくて、動物のニュースとかなんか全然違うなんていうかよくわからないニュースっていうのを、いろんな国のニュースをランダムに書き起こしていって、完全に自分がこう普段だったら興味がないものに対してすごい面白さを感じる経験になりました。実際に国内自体もなんかこう無人島自体は鳥取に行ってたりとか野宿したりとかっていうことはあったので、国内自体も魅力的なところっていうのを探しながらっていうのはあると思うんですが、基本的にアトリエがすごい平和なのでなんかすごくいいアトリエで描いてるので、もしコロナが落ち着いたら国内も探索してみたいと思います。アトリエに引きこもっているにもかかわらずこうメディアとかニュース、本当にコロナ禍でフェイクニュースとか実際のニュースなのかどうなのかもわからないニュースも飛び交ってはいたんですけど、それがすごくこう自分とは関係ないニュースっていうものも、伝わってくるわけですね。いろんな本当に、アメリカだけじゃなくてヨーロッパとかアジアのニュースも飛び交っていて、でこの環境っていうのはなんか全然自分がここのこうなんかステイしてたとしても何か間接的にでも感じれていて、それを自分の中で選び取る、そしてなんかアウトプットするっていうのはすごく結構気持ちがいいというか楽しい制作になってます。自分が今まで絵画をすごく主張したり、絵画の本質を探るような作品を制作していたんですけど、なんかいい意味でも悪い意味でも絵画の性質っていうのを自覚的になったっていうことが一つ最近は大きいので、それを自覚した上で出る作品、なんか
こう今までしてなかった例えばコラージュの作品だったりとかちょっとこうポリティカルなテーマだったりなんかそういうものにちょっと挑戦したいなと思っています。